リコチタニック。こんにちは、リコチーです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画はシンプルに植え替えをしていこうと思います。ちょうどパンパンになった鉢があったので、鉢から取り出してみます。植え替えするのはこちらの鉢、エケベリア・カリアリです。葉ざしからスタートして一度植え替えしています。いつ植えたんだっけ？ちょっと忘れちゃいました。鉢自体はまだ大丈夫そうですが、もう頭が重そうなので植え替えようと思います。植え替えしながら葉っぱを取ったり、お掃除などをしていきます。植え替えのついでに株分けもしていきましょう。鉢を揉んで土をほぐしていきます。柔らかくなったら鉢から抜いて、そっと土を落としていきます。土が乾いている時の方が作業がしやすいですよ。下の方はまだ根が回っておらず柔らかいです。株に近い上の方はだいぶカチカチです。根気よく土を落としていきましょう。下から軽く押さえてくるくるすると落としやすいよ。植え替えのタイミングとしては、今回のように株自体が大きくなってしまった時、あとは鉢全体に根っこが回って水が吸えなそうな時です。株元に枯れ葉が残っているのでお掃除します。硬くなっているので取りにくいです。ピンセットを使って根をほぐします。株分けします。外しやすそうな小株から取ります。ちゃんと根っこがついてきたので成功です。くっついた2頭を分けるときはよく観察して境目を見つけましょう。左右に分けてしっかり持って優しく裂きます。よかった。少ない根っこでもついてきてくれて。根っこなしの株だと植え付け後定着するまで時間がかかってしまいます。生存率で考えても根っこを均等に分けるのが一番いいです。少しでも根っこがついてきたら、まあ安心できる感じです。葉ざし用の葉っぱを取ります。寒すぎてだいぶ水を切っていたので葉がしなしなです。しなしなの葉はなかなか葉ざしが難しいです。外側の葉も成功しにくいし、今回はあまり期待できないかもしれませんね。成功率を上げるには植え替えの1週間くらい前にしっかり水をあげておくと良いです。株の中心側に来るとだんだん葉がポロッと取れるようになってきます。ついつい取りすぎちゃうんです。今はいびつなロゼットになっていますが、気にせずこのまま植えれば大丈夫。
だんだんきれいなロゼットになっていきます。茎がニョキッと長いので、そこの葉っぱを外します。バランスを見ながら外していく。同様に外していきましょう。葉を外すときは必ず重なりを見て、一番外側の葉から丁寧に外していってくださいね。だいぶ小さくなりました。葉ざしの保管ケースです。100均の小分けケースを使っています。明らかにダメそうな葉は今のうちに処分します。ケースの中で腐ると結構大変なんですよ。良さそうな葉っぱはケースの中へ。良さそうな葉っぱっていうか、今回の場合はもしかして可能性あるかもっていうレベルですね。忘れずに名前を書いて入れておきます。ここからは少し根っこの整理をしていきますね。半分ぐらいの長さにしていきます。もちろんそのまま植えてもいいのですが、短い方が植えやすいっていうのと、根をカットすることで刺激を与えて、また発根や成長を頑張ってほしいからです。やる気出してねって背中を押してあげる感じ。そんな意味を込めてカットしています。植える作業やっていきます。鉢底には底穴に合わせて不織布をカットしたものを使いました。忘れずに貝殻虫対策のお薬も巻きましょう。私は根のそばだったり土の表面だったり気分で巻いてます。土は半分くらい先に入れて苗を押さえながら残りの半分を入れていきます。鉢を回しながら入れると入れやすいですよ。苗が鉢の真ん中に来るのを意識してやってみよう。土は鹿沼土小粒と花と野菜の培養土を混ぜたものです。この苗は茎が長いので深く埋める感じにします。頭の部分だけ土の上に出します。ちなみに鉢はビニールポットの小さいものを使用しています。あれ、さっき巻いたって忘れちゃった。わかんなくなったらもう一回巻けばいいね。根が長いときはピンセットで掴んでぐぐっと土の中に埋め込みます。土を追加してお薬をまきます。最後に土をぎゅっと押し込みます。根が土をつかみやすくなって根張りが良くなります。土の表面を飾り石で飾っても素敵ですよ。七種ちゃんにならないように札をしっかりつけましょう。